こんにちは、なぎです。突然ですが、皆さんは自分が思った通りの素敵な色って作ることができますか？今日は私がいろいろ試行錯誤した結果見つけたおしゃれな色使いのポイントについてお話ししたいと思います。色彩学に基づいた内容も初心者の方でも分かりやすいように盛り込んでいますし、色使いについて結構確信をつく内容をお話しできたんじゃないかなと思います。色についての理解をもっと深めたかったり、おしゃれな色使いができるようになりたいという人の参考になれば嬉しいです。後半は6月の田園風景を巡りながら絵を描くモチベーションが上がるお話なんかもしていますので、ぜひ最後まで見ていってください。カラースタディの動画でもお話ししましたが、私は色がとても苦手です。色彩感覚やセンスというのはその人の生育環境で決まると言われています。生まれ育った環境の中でよく見ていたり印象に残った色っていうのが感覚としてその人の中に残っていくんですね。じゃあ色が苦手だったらどうしようもないじゃんって思うかもしれないんですが、実は後天的に能力を開発することでセンスはいくらでも補うことができるんですね。美術デッサンをしたことがある人はこの感覚わかるんじゃないかなと思うんですが、物の陰影を観察してデッサンを描いた後、ふと日常に戻った時に周りの景色の陰影や人や物の明暗がやたらくっきり立体的に見えたりすることってありませんか？私たちの目は実際に目そのもので見ているというよりは、脳が知覚することで初めて見えていると認識しています。つまり脳の知覚を鍛えれば見えるものが変わるので、色感も後から鍛えることができるんですね。そんなの当たり前だよねって思う方もいるかもしれないんですが、意外と人は苦手意識を持っているとそのことに対して改善する可能性があっても拒絶してしまう性質があるので、改めて改善できるとか成長できるっていう意識をまず持つことが絵が上手くなるためには実はすごく大事なことです。あなたの色使いもきっと良くなります。まず私はいいなと思う色使いの絵をたくさん研究しました。いろんな色彩を感じる絵って素敵じゃないですか？このような絵の淡い色彩の中に様々なトーンが感じられるおしゃれな色使いの秘密は何でしょうか？赤や青、黄色などすごく色彩が豊かに見えるけれども、だからといって闇雲にいろんな色を使ってしまうとただ単に絵がまとまらずガチャガチャした絵になるだけでした。何度かの試行錯誤の後に私が気づいたことは、色彩豊かに感じる絵ほど実はさほど色を使ってないということでした。どういうことかというと、いい絵の中には必ず一つのテーマとなる色彩があって、それを補う形でもう一つの色があって、その2色を混色して様々なトーンの差を作ることで豊かな色彩になっていきます。使うトーンの幅が豊かであればあるほどその絵は色彩豊かに感じることができるんですが、使っているのは結局2色の間のものなので、たくさんの色を感じても全体としては調和が取れているという状態になるんですね。ではその2色がどんな色がいいかというと、これはいろんなパターンがあると思うんですが、代表的なものとしては赤オレンジ系と青グリーン系の2色です。なぜこの2色がいいかというと、補色関係にあるのでお互いの色を引き立てるという効果があります。この補色を利用した絵やデザインは世の中にたくさんあって、画家や紙絵師の方の絵でもね、この青系と赤系の補色対比でそんなに色数を使ってないのにすごく豊かに見える絵ってたくさんあるんですよね。例えば映像の世界でも映画などで取り入れられている手法でティール&オレンジというものがあるんですが、これは影にブルーを入れ光の部分にオレンジを入れることで映像をより印象的でドラマチックに見せるという手法です。この青系と赤、オレンジの色の重なりというのは不思議と魅力のある色彩なんですね。そしてカラースタディの時も説明しましたが、色は補色を混ぜると基本的に色が濁っていきます。色が濁ることで再度色の鮮やかさの差を出すことができるので、より多くのトーンを作ることができるんですね。ちなみに黒、白、グレーについては無彩色なので、赤系、青系の色に加えても全体のバランスを崩すことはありません。むしろこのグレーというのはすごくいい仕事をするんですね。色というのは単体よりも周りとの調和でその印象が決まります。近代色彩学の父であり印象派にも大きな影響を与えたフランスの科学者シュブルールは、
すべての原色はグレーを添えた配色で、その輝きや純度を獲得することができると述べました。グレーというのは有彩色の隣にあることで、よりその色を引き立てることができるんですね。面白いですよね。グレーをメインにしてアクセントとしてピンクや黄色を添える配色は、フランス人が愛好するシックな色合いの一つだと言われています。このグレーの魅力を存分に生かして人気を博したのが、皆さんご存知マリー・ローランさんです。シックで穏やかな色合いの作風は日本でも今でもとても人気がありますよね。話を元に戻すと、赤系青系を使ってトーンを作ること、グレーを活用すること、その2つがおしゃれな色彩を作るコツの一つということを頭に入れておいてください。もちろんこの2色しか使わないということではなくて、他に色を加えることもできるんですが、あくまでメインの色を壊さないようにバランスよく色を入れることで全体の調和を崩さずに済みます。色の法則というのはあらゆるものを描くときに応用することができるので、微妙な色相の差を意識する癖をつけることで自分の色感をどんどん磨いていくといいんじゃないかなと思います。じゃあ実際そのやり方でどのように描いていけばいいのかというのをこれからお見せしますね。ここまでの説明でもしかしたら勘違いしてる方がいるかもと思ったんですけど、赤系青系の2色を使うって言いましたが、絵の具を2色しか使ってはいけないってことではないですからね。あくまで絵の中で感じる色彩が主に青系と赤系にするっていうことで、そのバランスを絵の中で保てるのなら何色でも何色でも使って大丈夫です。ただやっぱり色数が増えるとまとめるのが難しくなってくるので、今回は分かりやすいように4色のみにしました。はじめはかなり薄いグレーから塗ります。はじめのトーンはかなり弱くして、後から塗っていく色が効果的に見えるようにします。この薄く塗るっていうのは意外に難しくて、どうしても物足りなく感じて濃く塗りたくなってしまうんですが、そうすると後から濃淡をつけるのが大変になってくるので、焦らず慎重に塗ります。徐々に彩度を上げた濃い色を重ねていきます。色相やトーン差というのを意識しながら、ブルー系の色が続いたら今度は赤系を入れてみたり、またグレーを入れてみたりと変化をつけていきます。この辺の色の移り変わりっていうのは正直私もまだ法則としてつかみきれてはいないので、感覚的にやっているんですけど、繰り返し試行錯誤していくと自分の中でなんとなくしっくりくる色合いが出てくるので、これはひたすらやっていくしかないのかなという感じです。
6月の岩手、花巻です。水を張った田んぼの稲がぐんぐん育っていき、爽やかで大好きな季節です。私はこの岩手の6月の気持ちよさをどうしたら伝えられるんだろうと思います。だんだん暑くなってくるし、雨の日も増えてきますが、比較的湿度が低いので、晴れた日の気持ちよさが半端なくて、生きてるだけでご褒美だなと感じます。人間だから調子が悪くなったり、思うように絵が描けない日もありますよね。そんな時、私は自然の中へ行って空っぽの時間を持つようにしています。娯楽や物質的な豊かさを求めるのも人間の本能なので、決して悪いことだとは思いませんが、少しだけ何かを求める心を捨ててポツンと自然の中に立っていると、驚くほど心が安らかになって、自分は本当に多くのものを与えられていると気づくことができます。それが体や心を元気にしてくれて、そこから得るインスピレーションで私はまた絵を描くことができます。雨の日も晴れの日もあるように、人間もアップダウンや心の移ろいがあるのは自然なことです。だからできない日や失敗する日があってもいい。それも自然のことだからです。そういう開き直りを持つとすごく心が楽になるし、自然とまたモチベーションが上がることに気づきました。ちょっとスピリチュアルというかスピってる話になるんですけど、起きた物事っていうのはただの事象に過ぎなくて、そこに意味を持たせているのは人間なんですよね。全てが無意味と感じる人には本当に全てが無意味なんでしょうし、ささやかなことにも価値があると感じる人には本当にそうなんです。全て自分が決めることです。だから自分の感じ方を大切にして、何が自分にとって大切なのか、自分にとって価値のある人生にできればそれでいいんじゃないかなと思います。私のアートや発信が少しでもね、そういったことを考えるきっかけになったらとても嬉しいです。これからも私は季節とともに移ろって自然に影響されながら絵を描いて生きていきたいと思います。これからも絵が好きな方の役に立ったり楽しめる動画を作っていきますので、どうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。